皆さんこんにちは。リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。私は日本語コーチのしおんです。今日もポッドキャストを聞きに来てくれてありがとうございます。はい、実はですね、ちょっとお気づきの方もいるかもしれないんですけど、ポッドキャストの収録をするための専用の部屋をね、作っちゃいました。そう、今までね、リビングで撮影してたんですけど、別の部屋で今撮影をしています。この部屋はもともと、いつも私の生徒さんとオンラインでレッスンをしていた部屋なんですけど、その部屋にこのマイクを設置したりとか、今カメラの向こうにライトを設置してるんですけど、ライトを置いて、いつでもポッドキャストを撮影できるようにしました。今までそうリビングで撮ってたんですけど、大きいライトがなくって、いつも晴れていないと、天気が晴れじゃないと、ちょっと暗い映像になっちゃって、雨の日だと撮影できなかったりとか、あと夕方とか夜の時間になってしまうと、なかなかポッドキャストを撮影できなかったりしていたんですね。だし、あと、リビングなので、毎回カメラを置いたりとか、マイクを設置したり、ライトを設置するっていうのが、いちいち、撮影のたびに準備するのがちょっと大変だったので、もうすぐにね、撮影できちゃう部屋を作っちゃえと思って、撮影部屋を作ってしまいました。はい。ちょっとインテリアまだ少なくて、この植物しか今置けてないんですけど、この後ろに置く棚みたいなものも買って、今はね、その到着を待っています。はい。ちょっとその棚をね、可愛く飾り付けしたりとか、アップデートしていきたいなと思っています。はい。今後の動画で、後ろの背景が若干変わっているかもしれませんので、それもぜひね、楽しみに待っていてくれたら嬉しいです。はい。そしてですね、ちょっと来月なんですけど、私旅行にね、行こうかなと思っています。せっかく去年フリーランスになって、どこでも仕事ができる、パソコン一台でどこでも仕事ができるようになったのに、半年以上かなずっと家の中で仕事をしてたんですね。で、ちょっと外にやっぱり出てみたいなっていうか、旅行にもともと行きたくてフリーランスとかに頑張ってなったのに、全然海外に行けてなかったので、来月ね、ちょっと旅行をしに行こうかなと思っています。はい。場所はね、ちょっと台湾にしようかなって思ってるんですけど、皆さんは台湾に行ったことありますか？ちょっとね、私は初めて実は行くので、すごくワクワクしています。皆さん知ってるかな？千と千尋の神隠しっていうジブリの作品に出てくる、テーマになっているような舞台のテーマになっている場所が、台湾の9分っていう場所にあったりして、そこもね、見に行きたいなと思っています。そう、ジブリの作品はすごく大好きで、千と千尋の神隠しはもうこれまでに何回見たんだろう。子供の時、すっごい何回も見た記憶があるので、もう多分10回以上、もう20回以上見てるかもしれないです。っていうくらいね、ジブリの作品好きで、特に千と千尋の神隠しは大好きなジブリの作品なんですけど、その舞台になっている9分っていう場所が台湾にあって、そこをね、ちょっと見に行きたいなと思っています。はい。で、私実はですね、今沖縄っていう場所に住んでるんですけど、沖縄に住む前は、実はフィリピンに住んでいたんですね。でも、そのもっと前は、生まれてから26年間、ずーっと北海道に住んでいました。はい。なので、結構フィリピンで生活してた時は、日本と違うことがすっごいたくさんあって、結構びっくりするようなこともあったんですよね。そう、私、北海道から出たことなかった。北海道以外の場所で日本でも住んだことがなかったので、日本を出ていきなりフィリピンに住んだ時は、もう結構衝撃的なことがたくさんありました。はい。そこでちょっと今日のテーマはですね、海外に住んでいた私がびっくりしたこと、そして日本との違いについてお話をしていきたいなと思っています。皆さんは海外旅行結構行ったことありますか？海外に住んだことがある方もいらっしゃいますか？どうかな？はい。
多分ね、少なからず海外に行った時に自分の国との文化の違いだったりに、違いにびっくりしたことありませんか？どうかな？例えば、それ普通のことみたいな。日本では絶対これしないのに、みたいな。自分の国ではこんなこと絶対しないのに、みたいな経験なかったりしませんか？どうかな？はい。同じね、日本国内とかでも若干ね、ルールが違ったりするかなと思うので、海外旅行に行ったことがない方も、自分の住んでる地域と別の地域に行くと全然違ったりしますよね。海外はね、そのギャップが本当にすごくて、もう全然違うことがたくさんありました。はい。こういう文化のギャップって、旅行に行ったりとか実際に住んでみることで気づきますよね。多分これを聞いてくれてる皆さんも同じような経験がね、あるんじゃないかなと思います。はい。そう、実はね、フィリピンの前に、21歳ぐらいの時かなにね、私もオーストラリアのシドニーに、その時は留学っていう形で1ヶ月半、2ヶ月いかないくらいなんですけど、長期滞在していました。はい。そしてその後日本に戻ってきて、フィリピンのセブ島に去年かな？はい、1年半くらい結構長期で住んでいた経験があります。結構日本とは全く違う文化とか生活をもう実際に住んで経験したので、結構ね、驚くことがたくさんあったので、今日はそれをね、いっぱい皆さんに紹介したいなと思います。日本に住んでいると当たり前だなって思っていることが、海外では全然当たり前じゃないことよくあります。逆に海外の方がこういう文化はいいなって思ったりすることもありました。今日はそんなリアルな体験をいくつかね、皆さんにお伝えしたいなと思っています。まずですね、一番最初に感じたのは、人との距離感の違いですね。はい。特にオーストラリアのシドニーに私も留学で1ヶ月半くらいいたんですけど、みんな結構フレンドリーでした。中にフレンドリーじゃない方もいるかもしれないんですけど、私が出会った方は結構みんなフレンドリーでした。例えば、カフェとかでコーヒー買いに行こうかなと思って買いに行った時に、日本だと普通に店員さんがいらっしゃいませみたいな。じゃあコーヒーお願いしますみたいな感じで、本当すごく短い会話しかしない、もう必要なことしか会話をしないですけど、オーストラリアの店員さんとかは、Hi, how are you today? みたいな感じで、話しかけられることがたくさんありました。最初私は、これ私に今聞いてる？みたいな感じで、ちょっとね、びっくりしたこともあります。日本ではあんまり知らない人とそんなに会話することってあんまり多くないなぁと思っています。お店にもよりますけどね。例えば服を買いに行った時は、服屋さん店員さんが話しかけてきてくれたりとかしますけど、基本的にカフェとかレストランとかでは、そんなにたくさんすごく仲良くならないとしないなと思います。初対面でいきなり、今日の調子はどう？みたいな会話はしないことが多いかなと思います。すごく仲良くなって、店員さんと仲良くなって友達みたいになったら全然聞くことあると思うんですけど、それも何回も何回もいて友達になってから話す会話をするイメージですね。はい。なので、海外では知らない人にも、気軽に話す文化があるんだなーって、21歳の時の私はすごく感じました。びっくりしました。はい。あとね、二つ目に驚いたことがあって、それは交通機関の違いですね。これは特にフィリピンのセブ島で感じました。はい。セブにはね、ジップニーっていう乗り物があるんですけど、多分これ自体も珍しいのかな。こういうバスみたいなのもちょっと珍しいかもしれないんですけど、このジップニーっていうバスがすごく面白くって、バスなんだけど、半分タクシーみたいな感じでもあるんですね。Google マップで調べると、どこのジップニーがどこに行くかっていうのは、なんとなくわかるんですけど、来る時間とかは特に決まってないんですよ。一応時刻表みたいなの Google マップに出てくるんですけど、あんまり合ってないことが多いです。なので、自分が行きたい場所に行く
番号のジプニーをこう覚えておいて、それが来たらなんか乗るみたいな感じでした。しかもこれ日本みたいにこうちゃんとしたバス停があまりないんですよね。あるところもあるんですけど、基本的にはバス停って全然なくって、ここで乗るのかなみたいな感じで、なんか最初どこで待てばいいかもわからなかったし、すごく戸惑った経験があります。このバスどこで乗れるのみたいな。行きたいところの番号のバスが来ても乗り方がわかんなくて、行っちゃったみたいな感じになったことが何回もあります。最初の頃は何回もありました。あとね、一番びっくりしたのが降りるタイミングですね。そのジプニーっていうバスは、降りるタイミングがちょっと独特で、日本だと普通バスにボタンがついていて、ここで降りますピンポンみたいなボタンがあるんですね。それをこう運転手さんにこう押して知らせて、次のバス停で止まって降りるっていうのが、こう普通の日本のバスの仕組みなんですけど、ジプニーはですね、全然違って、こうバスの中にある、なんか手すりみたいな、捕まっておくための手すりみたいなのがあると思うんですけど、そこをコインでコン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 って叩いて、それで音を出して、運転手さんにここで降りますっていうのを伝えるんですよ。ちょっと独特ですよね。フィリピンのセブ島以外にもこんなバスあったりしますか？どうなんだろう。私が知ってる限りではフィリピンのセブ島でしか見たことがないんですけど、どうかな？皆さんのお住まいの地域にはどんなバスがありますか？はい。最初その降り方？コインを叩いて、こう、音を鳴らして降りますっていうことを伝えるってことを知らなくって、ここで降りたいんだけど、どうやって降りるんだろうみたいな感じになっていました。はい。日本はね、結構バスの時間も決まってるし、降りる場所も乗る場所も、バス停っていうね、ところがあって、そこに行けばバスの時間も書いてあるし、どこで乗るとかどこで降りるとかもちゃんと書いてあるんですね。だから結構ジプニーに乗った時に、すっごく自由だって思いました。はい。でもね、便利だったんですよ。日本ってやっぱ特に田舎とかだと、バスの本数が少なくて、1時間に1本とか、30分に1本とか、東京とかね、大阪とか、京都とか、たくさん人がいる場所は、たくさんバスが来ると思うんですけど、特に日本の田舎は結構バスの本数も少なくて、1日に何本みたいな、3本しか来ませんみたいな地域もあったりするんですけど、ジプニーはね、結構本数走っていて、時間がわからない代わりに、たくさん来るから、別に時間を、把握してなくても、来たやつに乗ればいいみたいな感じだったので、それはね、すっごく便利だなと思いました。はい。で、あと、ジプニーっていうそのバスは、窓がないですね。で、結構吹き抜けになっていて、私はこうなんかすごく風を感じて、すごく気持ちいいなって思っていました。日本のバスは結構窓を閉め切っていて、バスの外の風景は見えるけど、風を感じるとかはなかったんですけど、ジップニーはね、全部窓がないので、すごく風を感じながら帰ってましたね。でも逆に雨の日とかはめっちゃ濡れちゃうのでちょっと不便だったかなと思います。雨の日はね、あんまり出歩くこともなかったかもしれないです。はい。ですね。あともう一つね、びっくりしたのが、フィリピンでこれもびっくりしたことなんですけど、野犬がいることでした。はい。日本では野良猫はね、たくさん外で見かけるし、沖縄特に猫めっちゃいるんですけど、野良猫ちゃんたちたくさんいるんですけど、日本はね、野犬って呼ばれる野生の犬野良犬ってよく言われるんですけど、野良犬はほとんどいないんですよね。はい。沖縄に少しいるらしいんですけど、私は見たことなくって、北海道に住んでた時も見たことなかった。犬は見たことなかったですね。はい。でもフィリピンでは普通に道歩いてると犬がすごい自由に歩いたりとかしてて最初はねちょっと怖かったです。
はい。犬って、狂犬病っていうね、こう危ない病気を持ってる可能性があるってことは、事前に聞いていたし、そのためのワクチンがあるくらい、人間用のワクチンがあったりするくらい、危ない病気ってことは知っていたので、ワンちゃんがこう、近づいてきた時にちょっとビクビクしながら歩いてたりしました。うん。でもフィリピンのね、セブ島のワンちゃんたちは結構のんびりしていて、人が別に近くを通っても全然気にしない感じでした。みたいな感じで。はい、ずっとお昼寝してたりとか、たまに走り回ってるワンちゃんもいるんですけど、なんかあんまり基本的に人間に興味がなさそうな感じで、はい、だったので、特に襲われるみたいな経験もせずに安全に過ごしてはいたんですけど、病気を持ってるかもしれないっていうことを知っていると、ちょっと怖いなって思いますよね。皆さんの国ではどうですか？野良犬は結構いますか？どうかな？はい。野良猫はね、日本でもよくいて、私の家の近くにも野良猫たくさんいるんですけど、可愛いなと思いながらいつも見てます。はい。日本は多分犬に対しては結構厳しくて、多分野良犬とかを見つけると誰かが保健所っていう場所に電話をして確保されちゃったりとか、保健所に連れてかれちゃうみたいな多分感じだと思います。多分昔の日本は野良犬がたくさんいたんだと思います。なんか私が小さい頃も野良犬いたんじゃないかな？いなかったかな？多分ここ数年でほぼいなくなったみたいな感じなんじゃないかなと思います。はい。っていう感じですね。でも逆に、海外のいいところもたくさんあるなと思っていて、日本も日本でね、こういう、危険な野良犬があんまりいなかったりとか、安全に過ごせるっていうのはあるんですけど、海外は海外ですごくいいところたくさんあるなってすごく思っています。例えば、生活の自由さですね。日本ってめっちゃ忙しい。なんか日本人は結構みんな忙しいイメージがあるかなと思うんですけど、仕事中心の生活っていう人も結構多いんですね。私もね、結構若干そんな感じなんですよ。今はちょっと仕事が忙しくて、結構自分の生活を大切にするってことはあまりできていなくて、結構仕事に全力投球している感じなんですけど、海外では、忙しくても、なんか人生をめっちゃくちゃ大切に楽しんでる人が多いなと感じましたね。なんかそれはすごくいいなって思います。そういう文化なのがとてもいいなって思います。なんか日本はイメージ結構頑張ってる人もたくさんいて、なんか頑張らなきゃいけないみたいな。そういうね、気持ちにさせられる。コミュニティにもよりますね。コミュニティとか、今いる会社だったり、それによるとは思いますけど、よく同調圧力って言葉が日本語にはあるんですけど、なんかみんな頑張ってるから、なんか私も頑張んなきゃみたいな。みんながやってるから私も頑張んなきゃみたいな、考え方がちょっと多い気がしますね。私も、その考え方をしてしまう時がね、あるかなと思います。もちろんね、自分の人生を楽しむ時間っていうのも大切にしていきたいし、これからね、大切にしたりとか、そのために、ちょっと忙しくても海外に行ってみたり、新しいインプットを手に入れたりとかしたくって、それは仕事だけじゃなくて、自分の人生においても、知らないところに行ったりとか、初めての場所に行くっていうのは、人生を豊かにしてくれるものだと思うので、そういうことをね、ちょっと今年は大切にしていきたいなと思っています。ですね。皆さんはなんか自分の人生を楽しむためにやっていること何かありますか？趣味みたいなものですよね。趣味を大切にする人もいるかなと思うんですけども、なんか私は今年はちょっといろんな場所に行っていろんな経験をしたりとか、自分の知らない場所に行って新しいことを知りたい。そんな年にしたいなと思いました。もちろんね、たまに休むことも大切なので、ちゃんと休み
を作ったりはね、今年はちゃんとしていきたいなと思ってるんですけど、なんか私の性格の問題なんですけど、なんか予定が空いてると埋めたくなるんですよ。予定を詰め込みたくなっちゃうですよね。なんかただただぼーっとしてる時間が、なんかすごくもったいなく感じちゃって、だから休みの日とかも、なんかしなきゃみたいな、なんかしたいみたいな気持ちになっちゃうんですよね。そう、だから、家でゴロゴロするみたいなのは本当になくなりました。学生の頃とかはすごく、家でゴロゴロしたりとかしてたんですけど、あと会社員だった時か。会社員だった時も、月曜日から金曜日まで働いて、土曜日と日曜日はちょっとゴロゴロするみたいなことをやってたんですけど、なんかフリーランスになってからはあまり家でゴロゴロするみたいな時間はすごく減ったかなと思います。でもそれはなんか苦痛なわけじゃなくてストレスなわけでもなくて、自分が楽しくってやらせてもらってるから全くストレスはないんですけど、やっぱり体は疲れていくし、頭も疲れますよね。なので突然すっごく疲れたって感じになっちゃうんですよ。それは良くないなと思ったので、自分のペースを大切にしながらも、趣味の時間、旅行に行く時間とか、お仕事を頑張る時間をバランスよく、これがワークライフバランスだと思うんですけど、ワークライフバランスをちょっと今年1年は大切にしたいなと思っています。はい、ちょっとこれがね、私の課題ですね、今年の。はい。はい。なのでちょっとお話を前に戻すと、海外に住んでいると、日本の良さとか海外の良さ、両方に気づくことができるかなと思います。例えば日本だとね、治安が良かったり安全だったりとか、日本のサービスとかも充実していますね。あとは交通機関がすごく便利だったり、いろんな手段があって便利だったり、これはね、本当にすごいことだなと、海外に行って感じることもありました。日本の凄さに感じることもありました。でも同時に海外に出てみて、自由な雰囲気だったりとか、フレンドリーな人たちとか、そういったゆったりした時間を過ごしてたりする人たちを見て、とてもね、魅力的だなって思いました。なんか憧れちゃういいなって思うこともありました。そう、やっぱり私も日本人だからというか、元々の性格で、新しい人、初めての人にいきなり話しかけるっていうのはあんまり得意じゃないのででも話しかけられたら嬉しいし、お話ができるきっかけを作ってくれて、話しかけてきてくれた人にはありがとうって思うんですけど、自分からアクションするっていうのはなかなか日本で生活していると余計にないかなと思いましたね。なので海外のこのフレンドリーな感じとかはすごく素敵だなって思います。はい。ということで、今日は海外生活でびっくりしたことについてお話をしてみました。海外に住んでると日本との違いにたくさん気づきました。びっくりすることもありましたけど、それも海外生活の面白さかなと思います。はい、あとは違う文化、自分の国とは違う文化を知ることで、自分の国のこともよくわかるようになりますよね。はい。もし皆さんの中に海外に住んだことがある方がいたら、ぜひびっくりしたこと、あとは日本旅行に来てびっくりしたことでもいいので、ぜひね、コメントで教えてくれたら嬉しいです。きっと面白い話があるんじゃないかなと思います。はい。ということで、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。またねー。